こんにちは。今回はコンビ式で編む模様編みを紹介します。凹凸のあるケーブル編みのように見える模様ですが、3目一度の編み方で編んでいます。表目が3目、そして裏目が1目入ります。全部で7個の模様がありますので、28目に最後に1目必要で、全部で29目の作り目を作って編み始めます。作り目は指にかける作り目です。60センチぐらいのところに輪を作り、棒針を入れます。糸を絞って2本の糸の間に指を入れて、親指側の糸を拾い、人差し指側の糸を引き出して作る一般的な作り目の方法です。全部で29目の作り目を作ります。29目できました。棒針を1本抜いて編み地を裏返します。次は裏側から編みます。最初は裏目ですが、裏側から編みますので、表編みを編みます。コンビ式の表編みです。針を向こうに入れて手前に糸を引き出すコンビ式の表編みです。次は裏編みです。針を右から左へ入れ、糸を右に引き出します。裏編みは全部で3回編みます。これで3目の裏編みができました。次は表編みを編みます。1目だけ表編みを編みます。この編み方を繰り返します。次は3目の裏編みです。コンビ式で編む裏編みを編んでいます。3目の裏編みを編んで、次はコンビ式の表編みを編みます。3目が裏編み、1目が表編みです。これを繰り返していきます。次も今表編みを編みましたから裏編みを3回です。表編みを1回、裏編みを3回編んで、表編みを編みます。次は裏編みを3目、表編みを1目、裏編み3目、表編み1目を編み、裏編み3目を編みます。最後は表編みを1目編みます。これで2段目ができました。作り目が1段目ですから、今編んだのが2段目です。編み地を裏返して次は3段目を編みます。次の段からは見えている目と同じ編み方をします。最初の目は裏目が出ていますから裏編みを編みます。これが裏目です。糸は手前にして針を右から左へ入れ、糸を下から右に引き出すコンビ式の裏編みです。次の3目は表目ですから表編みを編みます。糸は向こう側にして表目を編みます。
正面から向こうに針を入れて表編みを編み、次は裏編みですから糸を手前にして裏編みを編みます。次は表編みを表編み3目で編んでいきます。糸は向こう側です。これを繰り返します。裏編み、表編み3目、次の編み方に変えるときに糸は手前と後ろと交互に持っていきます。表目は3目、そして裏編みが1目。これを繰り返します。表編みの時は糸が向こう側で、裏編みの時は糸が手前になります。次は表編みを3目編んで、最後は裏編みです。これで3段目ができました。次は編み地を裏返して裏側から編みます。こちらが裏側になります。裏側は表目が1目、裏目が3目で並んでいます。最初は表編みを編み、次は裏編みを3回編みます。次は表編み、裏編みと見えている目と同じ編み方をしていきます。次は裏編み3回。次は表目ですから表編み、裏目のところは裏編みを編んでいきます。次は編み地を裏返して表側から編みます。表側から編みますが、この段は模様編みを入れます。最初の目は裏編みで、次が表編み3目です。この表編み3目で模様を作ります。最初の裏編みはそのまま裏編みを1目編みます。裏編み1目を編んで、次は3目一度の編み方をします。表目が3目並んでいます。正面から針を入れて3目の表目をすべて針を通します。このように針を3目通してそこに表編みをします。3目一度の編み方です。掛け目を1回して次にもう1回同じところに3目一度を編んで糸をかけて3目一度に引き出します。これで編み目の数が3目になりました。糸を引き出して次に裏編みを編みます。これが3目一度の編み方です。3目一度でまた3目に増やしました。次も表目を3目一度に編んで一度に引き抜きます。掛け目を1回してから同じところに針を入れて糸を引き出していきます。これが今回の模様の編み方です。糸を右針に移します。このような模様ができます。裏編みは裏編みの1目だけ編んで、
表目の3目はこの模様を編んでいきます。次も3目を1回に針を入れて表編みをします。少し編みにくいと思いますが、糸をしっかりかけて引き出して掛け目を1目してから同じところにもう1回表編みをします。3目一度に表編みをして、次は裏編みです。次は表目3目を一度に引き抜いて掛け目を1目、同じところにもう1回表編みを編んで裏編みを1目です。次も3目一度に針を入れて糸をかけて引き出し掛け目をしてもう1回表編みを編みます。次は裏編み、ケーブル編みのような縄編みのような感じの模様になります。次は3目一度を編んで掛け目を1目、同じところに3目一度を編みます。裏編み1目、そしてここが最後の3目一度のところです。掛け目をしてからもう1回3目一度を編んで、最後は裏編みを編みます。このような模様になります。次は編み地を裏返して次からの3段は出ている目と同じ目を編んでいきます。表目が出ている目は表編み、そして今3目一度をしたところは少し分かりにくいですが、ここは裏編みを3回編みます。これが掛け目をしたところ、そして表編みをしたところです。次は表目が出ていますから表編み、そして次も裏編みを編んでいきます。3目の裏編みを編んで、次は表編みです。これを繰り返します。裏編みを3回、表編みを1回です。次も裏編みを3回編みます。表編みを1回編んで裏編み3目、表編み1目、裏編み3目、表編み1目、裏編み3目、表編みを1目編みます。裏側からはこのように見えますが、表から見ると可愛い模様が編めています。この模様は4段ごとに3目一度します。今2段編みました。そして次は3段目です。裏編みが出ているところは裏編みを編み、表編みが出ているところは表編みです。
裏編みを編み、表編みを3目編みます。この段は出ている目と同じ編み方をします。次は裏編み。とてもかわいい模様になります。次は表編み3目、裏編み1目、表編み3目、裏編み1目、表編み3目、裏編み1目、次は表編み3目、裏編み1目、表編みを3目、最後は裏編みを編みます。こんな感じの模様になります。少し凹凸のある模様です。編み地を裏返して、次は4段目です。4段目も同じように編みます。表目が出ているところは表編み、次は裏目が3目出ていますから、裏編みを3回、表編み1回、裏編み3回を繰り返します。次は表編みです。この編み方を続けて編みます。裏編み3目、表編み1目、裏編み3目、表編み1目です。裏はあまり変わりない模様になります。次は表編みです。裏編み3目、表編みを1目編みます。編み地を裏返して表側にします。最初に編んだ模様から4段編んできて、ここが5段目になります。5段目の時にまた3目一度の模様を編みます。表の面が出てきたところが次の模様を編むところです。裏目は裏目、そして表目3目のところで3目一度編みます。3目を一度に針を入れて表編みを編みます。かけ目をしてからもう一度同じところに針を入れて3目一度を編んで、これで模様一つができました。裏編みを編み、次も3目一度です。3目を一度に表編みにしてかけ目をしてから同じところに表編みをします。裏編みを1目編んで、このように縄編みのような模様ができます。3目一度を編み、かけ目、また3目一度を編みます。裏編み、次は3目一度です。かけ目、3目一度を編んで、裏編み、3目一度を編み、かけ目をして
3目一度を編んで、次は裏編みです。次は3目一度です。3目一度編み、掛け目をしてから同じところにもう一回3目一度を編みます。裏編み1目、そしてここが最後の3目一度のところです。掛け目をしてからもう一回同じところに3目一度を編んで、裏編みを編みます。これで2回目の模様を入れました。こんな感じになります。編み地を裏返して、次は裏から出ている目と同じ目を編んでいきます。表目は表編み、次は裏編み3目、表編み1目、裏編み3目を編んでいきます。これを繰り返して出ている目と同じ編み方をしていきます。表編み、裏編み3目、表編み1目、裏編み3目です。模様を編んだ次の段は位置が少し違いますので編みにくいですが、目は同じ目を編みます。裏目のところは裏編みを編んで、表目のところは表編みです。ケーブル編みのように見えるかわいい模様編みを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。